ミシェルさん。明日ね、健太くんの誕生日パーティーあるげんけど、ミシェルさんも一緒に行こんけ。ほんで、7時からやし、多分6時半に駅で待ち合わせでいいと思うげん。どうけ？ What is she saying? I guess she's talking about a party. I can't understand the Kanazawa dialect. I need to ask her to say that again. Wait, what is actually pardon in Japanese? How can I ask her back? Help! 皆さんはこんな経験をしたことがありませんか？日本人と話すとき、相手の言っていることがわからない。相手にもう一度同じことを言ってもらいたいんだけど、どういうふうに聞き返していいかわからない。実は日本語には英語の pardon のようなちょうどいい聞き返し方がありません。すみませんでも伝わりますが、少し不自然な感じがします。そしてとかのような言い方もありますが、少し失礼に聞こえるので使わない方がいいでしょう。では、どうやって聞き返したら良いのでしょうか？今日は自然な、そして丁寧な聞き返し方を勉強しましょう。次の3つのシチュエーションごとに説明したいと思います。1つ目、もう一度言ってほしいとき。2つ目、簡単な言葉で言ってほしいとき。3つ目、ゆっくり言ってほしいとき。まず、もう一度言ってほしいときはどうやってお願いするか見てみましょう。友達に対しても、立場が上の人に対しても、次のような形を使うことができます。それは、まず、ごめんと謝ります。そして、もう一回言ってくださいとお願いします。これをカジュアルに言ったり、丁寧に言ったりします。まずは、友達に対する言い方から見てみましょう。ごめん、もう一回言ってくれる？ごめん、もう一回言ってくれる？言ってくれるは語尾を上げて発音します。そうすることでお願いのニュアンスを伝えることができます。次に丁寧な形を見てみましょう。すみません。もう一度お願いできますか？すみません。もう一度お願いできますか？この言い方を覚えていれば OK です。これが一番シンプルで、しかも丁寧な聞き返し方だと思います。もう一度お願いしますでもいいんですが、お願いできますかという疑問の形で聞いた方が相手にとって答えやすいです。次に簡単な言葉で言ってほしいときについて説明します。これもさっきのシチュエーションと同じ形を使うことができます。最初にごめんと謝ります。そしてもう少し簡単に言ってくださいとお願いします。友達の場合はこんな風に言います。ごめん、もう少し簡単に言ってくれる？ごめん、もう少し簡単に言ってくれる？丁寧な場合はこんな風に言います。すみません、
もう少し簡単に言っていただけますか？すみません。もう少し簡単に言っていただけますか？この時、難しいからという理由を入れるともっとわかりやすいです。ごめん、ちょっと難しいからもう少し簡単に言ってくれる？すみません。ちょっと難しいので、もう少し簡単に言っていただけますか？そして最後に、相手の話すスピードが速すぎてわからない場合について見ていきましょう。これもさっきの2つのシチュエーションと同じ形を使います。友達にはこんな風に言います。ごめん、もう少しゆっくり話してくれる？ごめん、もう少しゆっくり話してくれる？丁寧な時はこんな風に言います。すみません、もう少しゆっくり話していただけますか？すみません、もう少しゆっくり話していただけますか？このようにシンプルに伝えるといいと思います。そんなに難しくないでしょ？日本人は丁寧なお願いが好きです。特に知らない人に対しては、今日のような言い方でお願いするととてもいいと思います。少し長いフレーズですが、一回覚えると自然に使えるようになります。頑張って練習してみてくださいね。今日の動画はこれでおしまいです。動画が気に入ったら、ぜひいいねボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもすぐに使えるフレーズや文法、そして日本の文化についての動画をたくさんアップしていきます。一緒に日本語を勉強しましょう。バイバーイ。